はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、北陸本線の旧線跡の、そのトンネル群の中の一部、第二観音寺隧道と第一観音隧道をザクッと通っていきますんで、よろしくお願いします。まあ歴史的あるようなそういう作りのこれ校門ですよね。じゃあ入っていきましょうかな。本当はこの企画で来たわけじゃなくて、ソロジダニトンネルっていうところのピラスターの中が水路になってるんじゃないかっていう調査で来たんですね。でそれを見に来たんですけども、分からなかったんですよ結局。でそのピラスターの上まで行こうと思ったんですけど、ちょっと半袖半ズボンでやぶ分けちょっと危険ということで今日はやめたわけなんですよね。でそれでとりあえず何もなく帰るのも嫌だなってことで、とりあえずここを撮っております。このトンネルね、今だにこうやって LED で照明照らしてますね。僕が中学生の頃ここ通ってましたけども、ここ通った時はもちろんここ真っ暗で、路面もこんなに綺麗じゃなかったと思うんですよね。だからもうこの曲がったこうカーブしてるんで、途中真ん中ぐらいだともう真っ暗で、もう自転車の照明じゃ全然照らさないんですね。そんな中を僕は走ってきました。これが100年以上前かのトンネルの壁ですけど、ここを蒸気機関車が通って黙々と煙でいぶされて、こんな風に黒くなっちゃったんでしょうね。曲がった先にこの緑があるってのはいいですね。第二観音寺隧道出口です。その向こうが第一観音寺隧道となります。これが南側の校門ですね。今第一観音寺隧道に向かって歩いています。この今右手の方かな、こちら日本海が見えますね。これが第一観音寺隧道となります。横結構これ急峻な崖ですね。こんなとこで昔落石とかなかったのかな。80メーターぐらいしかないですね。82メーターかな。はい、じゃあ入ってみましょう。ちょっとここら辺ちょっとサムネイルになるかなって。このフックは昔からのかな、なんか電線用なのかな。ここだけはなんかこの高さ制限があるんですね。切り通し部分は石垣作りですけど、ここね石垣が川になってますね。これちょっと特徴的かな。これが第一観音寺隧道です。でここ本当は別に撮影に来たわけじゃなく、撮影に来ましたけども、本当の目的ちょっと今日は下見で、この先400メーターぐらい下ったところに、明治時代の暗渠水路隧道があるみたいなんですね。そこのあらかたの場所を調べに来たんですよ。でちょっと今日せっかくだから今こうやって撮ってるわけですから、おまけ的なんですけど、ちょっとそこを見てから帰りますね。さあ今あそこの観音寺隧道から400メーターほど下ってきた水図のここの辺に、この鉄道遺産としての暗渠があるそうです。ちょっとそれの今日は行かないですけども、今日は下見だけで予告ということで見てみましょう。川の音がしてますね。そして日本海、雄大な日本海、ほら景色がいいんですね。多分この下にあるんでしょうね。川の音がしてる。これどっから降りていくんだろう、わかんない。この下なんだけどな。なんかフィットさんが戻ってくるぞマニアか。こんにちは。思わず引き返してきました。ここしか見えないですね。ここ向こうも見えますけど、今の方が来られたのがなんでかなと思ったら、この景色がすごい綺麗だったってことでこうやってたみたいです。確かにこうやって見ると綺麗ですもんね。本当や。写真撮られるわけが分かりますよ。僕なんかは全然もう下ばっか見てたんですけどね。一応見たところこの下から行けそうなんで、今度完全防備してからまた今度来て、その水路隧道の中をウェーダー着てまた入っていこうとは思っております。
で今日はまあもうとりあえず今日はこれまででございますけど、でもまあそこそこ予告編としてはまあ良かったんじゃないかなと思われます。今この綺麗な夕日をバックに今日はお別れをしたいと思います。ちょっとまあ予告編的なもんで終わりますけども、こんなところで終わります。ではおやすみなさいませ。フェマルでした。ありがとうございました。バイバイ。今度行きますよ。